Je veux créer un manga, mais je peux pas acheter des trames. Je veux dessiner juste avec ça.そんなあなたにとっておきのテクニックがあります。その名は掛け編み。ペンダコ。 Bonjour tout le monde. Moi c'est ペンダコ先生。今日はペンを使ったテクニック、掛け編みについて紹介します。アナログでもデジタルでも使えるこのテクニック、実は漫画の至るところに使われています。どんなところに使うのか、どうやって書くのか解説していきますね。今までトーンの代わりに鉛筆を使っていたあなた、掛け編みができるとあなたの絵がめっちゃ漫画らしくなりますよ。ぜひ最後までご覧ください。Alors, c'est parti! ペンダコ。まずは掛け編みがどんなところに使われているのか探してみましょう。フランスでも人気の漫画の中から探していきたいと思います。まずは鬼滅の刃。主人公の頭のあざに掛け編みが使われています。トーンの代わりに掛け編みを使用してキャラクターの固有色を表現しています。次はマイヒーローアカデミア。オールマイトの体にできる影を掛け編みで表現していますね。掛け編みがあることで立体感がより強調されています。スパイファミリーでは黒い髪の毛に光が当たっているのを掛け編みを使って表現しています。明るさ、柔らかな雰囲気を出すのにうまく機能していますね。逆に鬼滅の刃では暗さ、恐ろしい雰囲気を出したい時に使われています。掛け編みは作者の意図に合わせて様々な効果を作ることができるんです。だからプロの漫画の至るところに使われているんですね。他にもいろんな使い方がありますが、代表的な例を紹介してみました。ここからは実際に掛け編みの書き方を解説していきましょう。ペンダコ。それでは掛け編みの書き方を解説していきます。用意するものはペン1本だけで構いません。先ほどのプロの作品を見て難しそうに感じた人もいるかもしれません。安心してください。掛け編みは単純な作業の繰り返しで書くことができます。掛け編みは平行線を組み合わせて模様を描くテクニックです。うまく使いこなせばペン1本で綺麗なグラデーションを描くこともできます。まずは基本の位置掛けを描いてみましょう。この四角の中に掛け編みを描いていきます。均一な線を繰り返し描いていくことが綺麗に仕上げるコツです。同じ大きさの正方形がランダムに敷き詰められているのをイメージしてみてください。これは解説を分かりやすくするためにガイドとして書き込みました。ガイドは後から消せる画材で書いてくださいね。この四角に平行線を書き込んでいきます。四角はあくまで線の向きや間隔を決めるためのものです。だから慣れてきたら四角を書かずとも掛け編みができるようになりますよ。では早速線を引いていきます。一つの四角を埋めたら角度を変えて次の四角を埋めていきます。これを繰り返していきます。注意点は2つ。角度のバリエーションは3種類がおすすめです。4パターン以上はこの後の作業が複雑になってしまうので初心者の人にはおすすめしません。意図せずできてしまった余白を埋めましょう。ペンを書き足して均等な状態を保ちます。これで掛け編みの基礎、位置掛けが完成しました。
ここからさらに線を足していくことで密度を増すことができます。今回は段階を4つまで上げていきましょう。まずは2掛けという状態にしていきます。1掛けで描いた線に対してクロスになるように線を加えていきましょう。これで2掛けが出来上がります。はい、この状態が2掛けですね。それではさらに線を足して3掛けにしていきましょう。3掛けでは2掛けに対して90度の線を足していきます。これで3掛けの完成です。さらに線を足して4掛けにしていきましょう。4掛けでは1掛けの線に対して90度の線を足していきます。これで4掛けの完成です。こうやって徐々に角度を変えて線を描き足していくことで濃度を変えることができます。次はいよいよグラデーションに挑戦してみましょう。まずはグラデーションの範囲を決めます。どこまでが4掛けでどこから3掛けなのかといった具合に事前に考えておきます。慣れれば決めておく必要はなくなりますが、最初のうちは事前に考えておきましょう。失敗するリスクを下げることができます。黒からグラデーションを始める場合は、黒をこんな感じで塗っておきます。その方が自然にグラデーションを作ることができるからです。これで準備は整いました。あとは気合で暗いところから明るい方へ向けて描き網を描いていきます。全体に1掛けを描いたら次は2掛け、終わったら3掛け、とにかく頑張って描き終えましょう。これでグラデーションの完成です。集中して黙々と線を引くのは意外と楽しいですよ。てんだこ。掛け網の描き方を応用すればこんな効果も描くことができます。例えばこのコマ、1掛けを使ってキャラクターが怒っているオーラを描いてみました。ネガティブな雰囲気を伝えるには描き網がとても役立ちます。黒い服やマントのシワを表現したい時も描き網の描き方を応用して線を加えると自然な仕上がりになります。ぜひ好きな作品を見返してどんなところに描き網が使われているのか探してみてくださいね。今日は描き網というテクニックを紹介しました。皆さんの漫画制作に役に立てたら嬉しいです。ペンを使ったテクニックは他にもあるので今後紹介できたらと思っています。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してみてくださいね。よろしくお願いします。次の動画を作るためのモチベーションになっています。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。